この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。めちゃめちゃ可愛いイラストですよね。森山ケスタさんの作品で、タイトルは魔法少女まどかマギカの要まどか。斉藤先生はじめまして。恥ずかしながら最近先生を知り、講座動画を見始めました。今回のイラストは以下の4つをテーマにしています。1、原作通りじゃなくても自分の絵柄に落とし込んでキャラクターを描くこと。遠近感を大事に思って手前に差し出している手。3、逆光で鼻だけ光が当たっているイラスト。4、透明感や空気感を出したい。自分で決めたテーマは割と達成できたかなと思っているんですが、なんかインパクトがないというか、のっぺりしているというか、躍動感がない感じがするように見えます。が、何が原因なのかわからないです。また私は口を描くのが苦手でワンパターンになってしまいます。今回のまどかも私がよく描く控えめな笑顔の口です。特に大きく開けた口を描くのが苦手なんですが、最近よく描く推しが口を大きく開けて笑うタイプなので、なんとか素敵な口の描き方を覚えたいです。コツとかありましたらご教授ください。先生の動画はまだまだ見切れていないので、もし前の動画で同じ内容とかがあれば、そちらの動画を紹介してくださるとありがたいです。とのことです。まずですね、イラスト全体の雰囲気がすごくいいなっていう風に思いました。ピンクを印象的に使いながら、どことなく透明感があるような風合いに仕上がっていて、色使いがね、とても素晴らしいと思いました。それと4つのテーマを持たれて描かれたということですが、これはね、なかなかできることじゃないです。イラストを描く際にそういった明確な目標を持って描くことは、魅力的な作品作りはもちろんのこと、絵の上達にもとても重要なことなので、森山ケスタさんの絵への取り組み方、本当に素晴らしいなと思いました。すごいです。で、その上でどこを添削していくかなんですが、ケスタさんもおっしゃっているインパクトが足りないこと、そしてのっぺり感の解消法ですね。これはですね、結構ケスタさんだけではなく、いろいろな方も悩まれている部分だと思いますので、今回の添削を通して重点的に解説していきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。まずですね、このイラスト、インパクトが足りないっていう風に思う一番の原因は、手なんじゃないかと思います。左手をね、ぐっと正面に突き出しているまどかちゃんなんですが、その手がですね、ちょっと小さいのかなっていう風に思います。思い切って、このぐらい大きくしちゃっても大丈夫です。はい、こんな感じ。結構ね、大きくしました。後で言いますが、この手にはね、多分、作品的にも大きな意味が隠されていると思うんですよね。それとですね、ケスタさんは、のっぺり感も気にされていました。のっぺり感っていうのは、言い換えると、平面的っていうこともできると思います。この平面的な印象がどこから来るのかっていうと、まどかちゃん、今、全身を正面から捉えている構図なんですよね。ほら、顔も正面で、体も正面。手も正面。だからのっぺりした印象になっちゃってるんです。これをですね、簡単に解消するには、こうしちゃいます。はい。今ですね、胸の角度だけ少し正面からずらして、横を向かせました。もうね、かなりほんのちょっとの角度の変更なんですが、これだけでもかなり違ってくると思いますよ。楽しみにしていてください。さらに、胸の角度に伴って、右腕も奥に行かせますね。こうです。はい、こんな感じ。肩の位置と、あと手の添える位置もね、奥になるように調整しました。
あとはこのイラスト、もともと若干そうなんですが、少し煽り構図。つまり、下から見上げているような構図なんですよね。それは、まどかちゃんが少しね、下に目線を送っていることからわかるんですが、ここの角度の付け方ももっと大げさにしてしまった方が、インパクトが出て、のっぺり感を解消できるかもしれません。例えば、こんな風に。はい、スカートの裏地の部分ですね。ここを書いてあげて、腰の位置から見てるんだよっていうことを分かりやすくしてあげると良いと思います。はい、ちょっとね、角度が変わっちゃったので、スカートの上の部分の角度も調整していきます。はい、こんな感じです。体の角度がついて少しだけインパクトが出てきた感じがしますね。次は顔の部分を調整していきましょうか。顔の部分、まずはまつげです。ここはですね、ちょっと絵柄にも関係するので迷いどころなんですが、なるべくね、変形をうまく使って絵柄がね、ガラッと変わらないように元を生かしながら変更していきますね。やってみます。はい、今ですね、まつげの角度をちょっと変えて、垂れ目っぽい感じに変更しました。まどかちゃん、かなりね、垂れ目の印象が強いので、それもあって、添削前の表情がすごくびっくりしたような表情になってしまっているんですよね。ただ、ご本人のコメントから察すると、特にそういった意図はなくて、逆にね、おっとりしたような笑顔を描きたいように思いますので、その方向で調整します。あとは、白目の部分も少しだけ調整します。はい、こんな感じです。どうしてもね、白目が多いと目をカッと見開いたようなニュアンスが出てしまうので、これがですね、驚いた表情を形作ってしまうことがあるんです。そんな時は黒目を大きくしたり、あとは白を削ったりしてですね、白目の面積を減らしてあげると、思い描いたような表情が作れるのではないかと思いますね。あとは口です。口もですね、これご本人のコメントでは、控えめな口っていうことなんですが、これはですね、ちょっと完全に逆を書いてしまっているように思います。っていうのも、今ですね、歯が見えていて、で、口をこう、ガッと横に開いている表情になっているように見えています。この口ってですね、セリフにすると、うげっていう感じでね、なんかこう驚いたり、もっと言うと、ちょっとこう引いちゃったようなニュアンスがある口の記号なんですよね。意図していれば問題ないんですが、控えめな笑顔ということであればですね、歯は見せずにこのように書いた方がよりニュアンスが伝わると思います。やってみます。はい、こんな感じです。見比べてみましょう。これ、歯が見えていると結構口を大きく開けているような印象になりますが、歯を消すことで控えめな笑顔で微笑んでいるような、そういう優しい印象を作り上げることができると思います。あとは、のっぺり感という意味では、顔の向きについてもですね、少し角度をつけてあげると良いと思いますね。ほんのちょっとでいいんですけどね。こんな感じで。はい、輪郭を少し調整して顔の向きを少しだけ画面左側に向けてみました。これだけでも土正面を避けられますから、のっぺりした感じを緩和することができると思います。ごめんなさい。体がちょっと前の段階に戻っちゃってますね。今調整した顔の部分とくっつけますね。はい。でですね、顔と体を直したので、首に少し違和感が出てしまいました。首周りが自然になるように、体と顔の関係、直していきますね。
はい、こんな感じです。キャラクターの部分は以上となります。最後、仕上げの部分なんですが、はい、このハートマークの印象的なリボンですね。これについても、今全部ね、一定の太さで書かれているんですが、ここも前後感を意識して、手前に来ているリボンを太くすると、よりインパクトが増すと思います。こうです。はい、こんな感じ。ちなみに僕ね、このリボンは結構深い意味があると勝手に思っていて、っていうのも、このイラストを見た時に、あ、可愛いだけじゃなくてちょっと怖いイラストだなっていう風に思ったんですよ。っていうのもですね、ちょっとここからは、マドカマギカのネタバレも含まれますので、ネタバレされたくないっていう人は動画を止めてほしいんですけど、いいですかね。10年以上前のアニメなので、今更ね、ネタバレされたくない人っていうあんまりいないと思うんですけど、このね、ピンク色のリボン、これですね、あるキャラクターの目の色と似ているんですよね。で、これはもう勝手にですよ、勝手に僕の解釈なんですけど、おそらく僕は窓マギに登場するマスコットキャラ、キューベイをこのリボンは表しているんだと思います。キューベイってね、一見プリッと可愛くて、魔法少女にはよくいがちな、ただのね、マスコットキャラに見えるんですけど、実は人間のエネルギーを利用し抽出するために存在しているインキュベーターっていうね、ちょっと怖い存在なんですよね。で、その存在に人間や魔法少女は運命を握られていて、がんじがらめにされて逃げられなくなってしまっている。で、その運命のくびきから全ての魔法少女を救ってくれたのが実はマドカなんですね。それで言うと、この一見可愛らしいリボンって、魔法少女を縛っているキューベイの鎖なんですよ。そんな一面を考えつつ、背景のリボンはもう少しね、複雑に絡まっているような、運命を縛り付けているように、少しだけね、密度を上げてもいいかもしれません。はい、こんな感じ。で、そのキューベイのリボンからすり抜けて、手をスッと伸ばすマドカの手。これもね、意図してリボンをすり抜けている感じにしたいので、リボンとの関係をより明確にしていきましょう。こうです。はい、キューベイのリボンをすり抜けてこちら側に手を伸ばすマドカ。多分手の先には助けを求める魔法少女。もしくはマドカのためにずっと未来を変えようと頑張っていたホムラちゃんに手を伸ばしているのかもしれません。ホムラちゃん、もう頑張んなくていいんだよ。ありがとう。あとは私に任せて。もう一回アニメ見たくなってきた。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？もうね、ほとんど変えてないんですけど、でもね、迫力すごく増したような感じしませんか？いかがでしょうか？はい、今回はですね、のっぺり感、そしてインパクトの弱さをなくすにはどうすればいいのかに着目しながら添削してきました。はい、最初の状態はこれですね。で、まずは何と言っても手です。前に伸ばしている手はですね、こんな風に思い切って大きくして手前に差し出されていることを強調しましょう。それによって大きなインパクトを持たせることができると思います。そして顔や体の角度ですね。はい、見比べてもわかると思うんですが、そんなに思いっきり角度って変えてないと思うんですが、これだけでものっぺり感ってかなり緩和されたと思うんですね。正面でもね、こういった立体感を表現できないことはないんですが、角度をつけてあげるのが一番の簡単な解決法だと思います。ぜひ取り入れてみてくださいね。お知らせです。気まぐれ添削書籍化の第2弾、斉藤直樹の超もったいないイラスト添削講座が2023年1月26日に発売です。中身もこっそり見せちゃいますね。怒られないよね。おすすめポイントが3つあります。1つ目は、添削が悩み別に体系化されてまとめられていること。キャラデザがうまくいかない。パッと見栄えがしない。背景に違和感がある。など、あなたの今の悩みを目次で探して解決できます。動画で一度見ていても、やっぱりね、手元でパッと確認できると、自分の絵に活かす時には便利なんですよね。2つ目。今回は添削するイラストだけではなく、添削する隙がないイラストについても、どこがこのイラストうまいのかを解説する褒めちぎり企画も掲載。なお
すポイントだけではなく、上手なポイントも同時に摂取すれば、さらにパワーアップするきっかけをつかめちゃいます。今回は視聴者さんの作品だけではなく、吉田誠二先生とブクロテ先生のイラストを褒めちぎるスペシャル企画も掲載しております。そして3つ目、今回もやります。書籍限定の添削動画に加えて、なんと同じイラストを吉田誠二先生にも別角度から添削していただきました。2人のプロの違った視点からのアプローチを同時に体感できるので、自分に合った成長ポイントをいいとこ取りできそうじゃないですか？てかこれめっちゃ豪華すぎない？大丈夫？ Amazon 書店とも本日から予約開始です。欲しいと思ってくれた方は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。